19世紀半ば、工業製品や技術、文化、芸術を紹介し合う国際博覧会が始まります。万博の誕生です。1855年、第二帝政ナポレオン3世が国の威信をかけて開催したのが第1回パリ万博です。第2回パリ万博では100件を超える展示会場、売店やレストランなど娯楽施設が並びました。この万博に日本幕府の会計係として参加したのが渋沢栄一です。第4回パリ万博では現在のパリのシンボルエッフェル塔が作られています。19世紀を締めくくる史上最大規模として企画されたのが1900年のパリ万博です。当時のフランスの人口4000万人を上回る5000万人がこの万博を訪れました。パリの中心地にオルセー駅が作られ、パリ市内の移動のために地下鉄が開通しています。万博会場内の移動は電気を使ったアトラクション、動く歩道が作られました。機械館ではルミエール兄弟が考案した映画が巨大スクリーンに映し出され、エジソンが商用化した発熱電球が会場夜間も照らしました。まさに現代の我々の生活に通じる20世紀の光り輝く未来が華々しく紹介されました。今回のオニバでは世界中が驚嘆した1900年の万博をテーマに、グランパレとプチパレからアレクサンドル三世橋を渡り、パリの裏道や教会、庭園が美しい美術館など現在のパリの魅力をたっぷりとご紹介いたします。さあ、オニバと一緒に美しいパリを楽しく散策いたしましょう。それでは皆さん、オニバ。それでは皆さん、オニバ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大丈夫？緊張してる？まあでもちょっと今雨が降ってきたんですよね。ちょうどねパラパラっときましたよ。皆様にね、やっぱりこの雨のねパリっていうのはまたこれがロマンティックなんだわ。このねロマンティックなパリを皆さんにお見せできるかもしれませんよ。ということでね、今私たちがいるのはこのシャンゼリゼというところなんですけども、シャンゼリゼというとね、ほらいろんな国家行事がやられているじゃない。ちょうど1944年ですね。つい、第二次世界大戦の終わりなんだけども、その直前までパリというのはヒトラーによるドイツ軍により占領されていたんです。そのフランスを解放した解放軍のこの司令官がシャルル・ド・ゴールだったんですね。このシャルル・ド・ゴールのまさにシャンゼリゼを行進している時の解放したね直後に行った祝賀パーティー、祝賀行進というのを写真が残っております。さあ、そしてね、このシャルル・ド・ゴールの後ろにあるこの建物がですね、グランパレという建物でございます。この1900年のパリ万博の時の主要会場の一つとなりまして、ここには19世紀のフランスの美術、絵画とかね彫刻、そういうものがたくさんここに展示されたんですよ。ここにはロダンとかカルポーだとかフランソワ・リュードのような非常にね有名な彫刻家たちがいます。まさしくその美術作品が展示されているその一番建物の上ですね、彫刻がありますね。この彫刻、真ん中には女性が立っていて、そして、輪っかのようなものを持っている、これ月桂樹の冠ですね。栄光を示しています。つまり彼女は栄光のアレゴリー、ありがとうアレゴリーということなんですね。栄光というのは概念で形がもともとありませんから、そういう場合は西洋美術の中では人物をね使って表現することが多いんです。栄光のアレゴリーがその4頭の馬にねよって引かれている、馬車に乗っているというところですね。さあ、今度はねその下をご覧ください。皆さん分かりますか？人物が倒れて、その倒れた人物を馬車が飛び越えようとしているところが表現されているんですね。この人物は老人の姿をしていて、大釜を持っていて翼をつけていますね。
この老人に関してここでクイズいってみようか。 A 悪魔、悪魔、 B 時、時、 C 嫉妬。嫉妬。さあ難しいですね。さあ皆さんに考えていただきながら私たちはツアーをね進めていこうと思います。それでは皆さんお庭、さあ行きましょう。ちょっと水たまりあります。さあ渡りましょう。ここで皆さんの回答を見てみましょうか。さあ何が多かったんだろうか。B の方が多かったです。 B とその次が C ということで C ですね、正解いこうか。行こっか。正解は B です。 B 時ですね。の時ということでした。なぜかというとね、栄光の女神がいて、そしてそれが馬車に乗っていて、時のおじいさんを乗り越えようとしていましたよね。つまりこれ何かっていうと、ここには芸術作品がいっぱいあって、芸術家はもう亡くなっているけど彼らの作品っていうのはずっと残ってるよね。彼らの築き上げた栄光というものは時を超えて永遠に残りますよという芸術家たちへのオマージュになっているということなんですね。本当にコメントでその言葉通り出てきてますよ。清次郎ママ、清三郎ママさん、時を飛び越える意味ですか。その通り。これからね、私たちは2つの彫刻を見に行くことになります。さあ、そのうちどちらかっていうことなんですけど、お願いします。そうですね。皆様が見たい彫刻はどちらですか。どちらが見たいですか。はい、お願いします。 A カラフルなチューリップ。カラフルなチューリップかと B 金のトカゲ。ごめんなさい、金のトカゲかということですね。カラフルなチューリップ、金のトカゲ。さあどちらが見たいですか。どちらでしょうか。ちょっとね考えながら私たち先行きましょうか。はい、それでは皆さんお庭、さあ行きましょう。まあどっちになりますかね、中村さん。どっちだろうね。おすすめとかある。おすすめはでも花が好きなんですよね。花が好きなんだなるほどね。さあ今ねプチパレというのが見えていました。1900年の時グランパレは、絵画とか彫刻、もちろんそれとともに装飾美術っていうのもあったんだけども、このプチパレはフランスの古代からですね1900年代までの装飾美術をたくさん展示している美術館でございました。まさにねアール・ヌーボーとかそういうものをメインにして彫刻展示していた場所なんですよ。ちょっとね近づいていきましょうか。ですからやっぱりねこの入り口の部分も少しねアール・ヌーボー様式になっているんですよ。金のアーチの一番上、船が見えますよね。船のマークはパリ市を表現しています。そしてそのパリ市そのままずっと上を見ていくと今度はレリーフになっていて、その一番真上にも船を抱いている女性が見えますか。はい、あれもパリ市の表現になっていてですね、でその周りには、芸術を司るミューズたちがいると、パリ市が芸術を庇護するという表現になっているんです。例えばねこういうアーチの部分ものすごく細かい装飾がされてるんだけども、例えば右のアーチの一番下、例えばウサギとかいるんだよね。これもカメラマンなんか見つかるかな。ウサギちゃんがいたり、わかる？ウサギがいたりですね。そしてね今度ねこの正面ぐるっと回りましょうか。正面ぐるっと回ると今度はグランパレでございます。そう今ねちょうどオリンピックのためにこのような修復がされているんだけども、ここもね非常に大きな場所で、いつもね展示会場とかオートサロンとかいろんなね展示会が行われているところなんですね。美空さん、ウサギはフランス語で何？ラパン。ラパン。ラパン。ウサギはラパン。でパレってどういう意味かって言ったっけ？わかんない。パレっていうのはね宮殿っていう意味です。ですよね。でグランっていうのは大きいでしょ。だから、グランパレで大きな宮殿で、プチっていうので小さな宮殿っていう意味ですね。はい。結果が出ましたね。さあ結果が出たということですね。さあどっちになったんでしょうか。私たちの行き先が決まりましたよ。はい。B が多い。B が多いですね。B ということは？ B ということは金のトカゲですね。金のトカゲということでね、金のトカゲの方に進んでいこうか。はい。それでは皆さんお庭、さあ行きましょう。さあ美しいでしょ。
この1900年万博に来た人たちは私たちと全く同じ光景を見ているはずです。さあ今ねアレクサンダー三世橋の正面に来ましたけども、ちょうどね4つの隅に柱が立っていて、その柱の一番上がですね、これがペガサスが1頭ずつ装飾としてされています。はい、この今私の目の前にいるのがペガサスがね飛び立とうとしているところ、それをまたラッパを持っている、これも栄光のアレゴリーなんですが、それが馬を引っ張っているところになっていますよね。はい、そのね足元には胸の彫刻だとか、あとは見にくいかもしれないけどパレットだとか芸術に関することが表現されているので、あそこが芸術というものを表現しています。でね、ここはねウェディングフォトといって、お、素敵。ウェディングドレスを着て、そして写真を撮るなんていうことをよくやっているぐらい、非常にね写真写りがいいところ、記念になるところなんだけども、ほら見てください。いやタイミングいいですね。2組いるじゃん。ねいいな。綺麗なねドレスを着て、いやー素晴らしい。でエッフェル塔をバックにしてこうやって撮るんだよね。いいな。いや本当に絵になる街だよね。はい、じゃあねここに、柱のところに、あります。これアレクサンダー3世といって、当時のロシアの皇帝の名前がついているんだけども、さあカロリンさん、ちょっと読んでくれるNicolas II, empereur de toutes les Russies, Sa Majesté l'impératrice Alexandraごめんなさい、噛みました。Féodorovna et Félix Faure, président de la République française, ont posé à Paris la première pierre du pont Alexandre III。はい、ありがとうございます。ここにねアレクサンダー三世橋の一番初めの工事によって式典を行いました。そこに式典に参加したのは当時のロシアの皇帝のニコラス2世ですっていうふうに書いてありました。はい、なんでこの橋がロシアの皇帝の名前がついているかというと、実はこの橋を作ろうと決定した時にちょうどフランスとロシア帝国は同盟関係を結んだんですね。その友好の記念として今度やる1900年の万博の時に橋をこの友好の印として作ろうと思って、その時にねこのように当時のロシアの皇帝の名前を付けたんです。当時の技術の粋を集めてね作ったものなんで、非常に美しい橋なんですよ。その技術の一つというのが、例えば向こうを見てください。そうすると石の橋がありまして、あれはアレクサンダー三世橋じゃないですよ。石の橋なんだけども、セーヌ川の中にポチャ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 と橋脚がありますよね。あのように橋脚をセーヌ川の中に作りながらちっちゃなアーチで結んでいくというのが伝統的な橋の作り方でございます。しかし橋脚をあのようにセーヌ川の中に作ってしまうと、船が通るときに大変じゃないですか、ね、あそこで渋滞が起きてしまうよね、船が。さあということでアレクサンダー三世橋どうなっているかというと、さあ今ねちょうど船が通ったところなんですけども、はい、橋脚がないということなんですね。はい、この橋脚がないからこそ船のね行き来が非常にスムーズだったということなんです。お、マダムコンフィチュアさん、雨がキラキラ映って美しいです。美しいでしょ。なんかね私たちもね決して寒くないです。太陽もねちらちらと出てるんだよね。今ねちょっとね私虹を期待してるんだけど、虹が出るかもしれないって、ね、カロリンさんが予言しておりますけど、どうですかね。さあ虹も出ていないんですがどうでしょうか。金のトカゲ、実はねもう私には見えてます。はい、私には見えてますよ、金のトカゲ。さあ皆さんにはもう見えてるのかな。さあどうなんだろう。皆様見えたら見えたと見つけたとコメントしてくださいね。さあどうでしょうか。お、さあどうなんだ。見つけることができるんでしょうか。キヨさん見えた。見えたいたいましたね。はい、ということでアレクサンドル三世橋の名物金のトカゲをたっぷりと大サービスでございます。いやーこのね水とそしてこの太陽に光ってピカピカと光り輝いている金のトカゲでございます。
なかなかね珍しいでしょ。こういうところに金のトカゲがいるっていう面白いと思いますよ。トカゲというのはね、例えば俊敏な動物だったり、あるいはその注意深い動物ということで安全みたいなね象徴があるということと、あとフランス王家の中ではフランソワ一世なんかが自分たちの、ね、紋章として、使うサラマンダーって言いますけど。西浦さん、箕岡さんごめんなさい、結構太ってるトカゲ。結構太ってるトカゲ。ごめんなさい、それでもらいましたよ。いいもの食べてるかもしれないよ。で、このアレクサンドル三世橋なんですけども、やっぱりねセーヌ川に架かる橋ということで装飾がすべて水とか海にまつわるものになっています。例えばね橋の下を見てください。そうすると貝殻になってるんだけども、これがちょうどアンモナイトっていうのかなになっていたり、さらにその右花のようになっているんだけども、よく見ると実はウニになっているよね。そしてその柱の下にはホタテ貝があったり、さらにその上ずっと登っていくと星の部分がヒトデになっていて、その上がさらにサザエの貝殻みたいになっていますよね。それでは皆さんお庭、さあこちらです。これエッフェル塔と同じような作り方だと思いませんか。まさにエッフェル塔が作られたのは1889年で、これはその約10年後1900年に作られています。はい。でそのねエッフェル塔が今正面に見えてきましたよ。いや綺麗。この1900年の万博の時にはすでにエッフェル塔もありましたから、まさしくこのような風景をね当時の人も見ていたんだと思いますよ。さあ階段をね登っていきましょう。はい、美しいね風景が見えているよね。ここは先ほども申しました通り、フランスとロシアの友好記念の同盟のね友好記念として作られたものなんで、この橋の中にはいろんなね象徴が隠されているんですね。フランスの象徴だったりロシア帝国の象徴だったりします。ロシア彫刻の象徴はある動物が使われていて、フランスでもあるものが使われているんだけど、それに関するクイズをここでいきましょうか。行きましょう。ありがとうございます。これサイレンがね急に来るっていうのはリアルじゃないですか。ね、生の面白さですよ。はい、行きます。ロシア帝国の紋章はソートのワシですが、フランスの紋章は何でしょうか？という質問ですね。ロシア帝国は頭が2つあるワシっていうことなんだ。気持ち悪いね。言っちゃダメですかね。そんなことないよ。気持ちいいよ。気持ちいいのか。はい。でフランスは何でしょうかという質問でね。はい。選択肢お願いします。選択肢 A お羊。お羊。B 目牛。目牛。C オンドリ。オンドリということですね。さあ皆さん考えていただきながら私たちは先に進みましょうか。それでは皆さんお庭。またねこういう魚が出てきて、カニですよ。ここにカニがいたりね、あとここにもほらいっぱい魚がいたり、ここカエルもいます。カエル、ここの当時の1900年のイラストがあるので、もしそれが出たら出してください。今ね両側に木がずらっと並んでおりますが、ここ全部建物がずらっと建っておりました。パビオン、いろんな国のパビオンが立っていて、でエッフェル塔が見えているんだけど、エッフェル塔のところまでずらっと万博の展示会場、そしてエッフェル塔のところにも巨大な、展示会場があって、その橋を渡ってトロカデロっていう部分があるんだけど、そこも展示会場になっていました。どうだろう、そろそろ回答出たかな。はい、うん、そうですね、一番多かったのは C です。一番多かったのが C。 じゃあ実際に答えを見に行きましょう。はい、こちらでございます。さあその紋章ってどこにあるのかというと、このね街灯なんですが、この街灯の下の部分にいろんな紋章が実は表現されているんです。まずこれは船が見えているんだけども、船といえばパリですよね。はい。でその隣を見てみましょう。そうすると今度ははいこちらですね。頭が2つある、ね、頭が2つあるワシがいますね。これがロシア帝国でございます。ちょうどねこの真ん中のこの部分にサンジョルジュという聖人がいて、ちょうどね、ドラゴンを倒している聖人なんですが、これがロシア帝国の紋章になっています。さあその次、私たちの答えフランスを
象徴する動物は何かというと、はい、こちらでございます。ということで正解お願いします、カロリン。 C オンドリです。オンドリでございました。ちょっとねこれ見えるかな、よーく見るとここに1900年って書いてあって、朝日が昇ろうとしているっていう、文明がねこれから光り輝こうとしているという表現になっています。フランスではオンドリの鳴き声はどんなですか、悦子さん。いい質問ですね。いい質問。フランスではオンドリの鳴き声はどういう、日本だったらコケコッコーだけど、フランスだったらここ行こココリコって言うんだよ。うまいね。う。ありがとう。そう、私たちね今1900年の万博の主要会場のすぐ手前までやってまいりました。そこでここに来る、どういうふうに来たのかっていうことに関するクイズを出してみましょう。カロリ万ンお願いします。博に来る人のためにここに作ったのは何でしょうか。ここに作ったのは一体何でしょうかという質問です。はい。A 列車の駅。列車の駅じゃないか。 B 空港。空港じゃないか。 C バス停。バス停じゃないかということなんですね。ちょっとねこれ考えていただきながら私たちは先に進んでいくことにしましょう。はい。それでは皆さんお庭。さあ行きましょあ、回答出ました。う。ということで皆様の回答を見てみましょうか。A の方が多かったです。A は何だっけ。 A は列車の駅列車の駅ですね。この私たちの真後ろにあるのがその建物でございます。ということで、答えお願いします、カロリン。はい。正解は A 列車の駅です。皆さん正解、素晴らしい。すごい。これね、皆さん騙されなかったね。見てください、ほら、エアーフランスって書いてあるでしょ。これね、飛行場じゃないかとね、皆さん思うかなと思って、ちょっと引っ掛けだったんだけど、ちょっと皆さんちょっと賢いかな。はい。まさしくこれアンバリット駅ということで、ここには電車がここまで通っていました。で現在はねここには、RER の C 線というのと、あと地下鉄の駅、アンバリット駅っていう風になっていて、現在でもこの地下がね電車が通っています。そしてね、この先に先ほどちらっと言ったんだけども、その国民議会といって、立法機関があります。その前を私たち通ることになるんだけども、その国会というかその国民議会の目の前には、こういう広場があって、その広場の中心には法律のこれまたアレゴリーになっている彫刻があります。でその彫刻の下、土台になっているところに正義と、そして賢明という賢さというね、そういう紋章があるんだけど、それに関するクイズをここで出しておきましょう。はい、お願いします。いきます。賢さのアレゴリーはどのように表現されているのでしょうか。その賢さ、賢明のアレゴリーはどのように表現されているんでしょうかというのがその問題ですね。選択肢いきます。はい。 A 蛇と鏡。蛇と鏡。 B 剣と盾。剣と盾。 C フクロウと万年筆。フクロウと万年筆ということなんですけども、さあ皆さんこれを考えていただきながら私たちは進んでいくことにいたしましょう。はい、それでは皆さんお庭。さあ行きましょう。順子阿部さん、気持ちよさそうな足元ですね。気持ちいいんですよ。今日ね残念ながら雨が降っていたり止んだりしてて濡れてんですよね。けどもねこれ天気のいい時はみんなここでね寝そべったりね、ちょっとしたピクニックしたりねしていますよ。旗が綺麗ですね。美空さん、ありがとうございます。旗見えてきたよ。ということでね、今ね国民議会というところにやってまいりましたよ。さあそのね正面まで行きましょう。ともともさん、歩いてる人が少ないですね。そうですよね。確かにそうかもね。土曜日にしてはちょっと珍しく人が少ないんですよ。けどねこの辺ねいつもすごい少ないところです。あんまりね観光地になっていない。ということで、はい、今ね正面に見えてきたのが、ちょっとカロリン読んでみて。アソンブレナショナル。アソンブレナショナルというのは国民議会というね、もので、ここは政治の中心です。ここにいるのが、法律の女神、アレゴリーですね。はい。これは後で正面で見ていただこうと思うんだけども、その台座の部分ご覧ください。そうするとこれが正義の象徴になっています。正義というのはこの天秤だ。天秤で表現されているんですね。真ん中に目があるんだけど、フリーメイソンの、目がここにあります。はい、それでね今度はこの正面を見ていきましょう。
正面を見ると今度は法律のアレゴリーになっています。右手にはその司法権ですね、手がついた、これ神の手で裁きの手なんだけども、その裁きの司法権を示す杖を持っていて、そして左手には石板を抱えています。さあ、その賢明賢さというのはどのように表現されているのか、皆さんの回答を見ていきましょうか。はい。さあ、皆さんの回答何が多かったのか。一番多かったのは C です。一番多かったのは C ということは何ですか。袋と万年筆。こっちにあります。さあ、何なんでしょうか、答えは。プロカメラマンのコウさんがバッチリと捉えております。ということで答えお願いします、カロリン。はい。答えは A です。蛇と鏡でした。蛇と鏡ということなんだよね。このね、蛇というのはその聖書の中にね、賢い動物として出てくるっていうのが一つ、そして鏡っていうのは自分自身の姿を正確に捉えるという意味で鏡という、ね、そういう表現が出てくるということなんですね。はい、ということで蛇と鏡というものが、このね賢明というものの象徴になっているということでした。ということでこのね、先どんどん進んでいきましょう。はい。それでは皆さんお庭さあ行きましょう。こういうふうにね、美術のね知識とかがあると、なんでこれがここに描かれているんだろうなんてことも分かって、散策する時にも少しずつ面白くなると思いますよ。街並みが素敵ですね。街並み素敵でしょ。そしてこのどこを見ねても絵になります。素敵なところから急に皆さんびっくりするようなものありがとうごがざいます出てきますよ。それがねこちらなんです。見てください。あ、急にこんなものが出てくるってすごくない？ここはね聖クロチルドというんだけども、一体聖クロチルド誰かというとね、フランスっていう国ができる前はここはフランク王国と言われていたんだけども、フランク王国の王様がこの人、クロービスという人です。はい、このクロービスというのがフランスの元になったフランク王国の初めの首領なので、フランスの国の一番初めの王様とも言われている人なんだよね。で彼はもともとねカトリックではなかった、ごめんなさい、キリスト教ではなかった。そして彼はブルグンド族のお姫様と結婚して、その人がクロチルドというね、このもう一つの柱のところにあるんだけども、クロチルドさんと結婚しました。その彼女がキリスト教徒だったので、彼女のね旦那もキリスト教に改宗させたということなんですね。その改宗させたのがシャンパーニュ地方のランスの場所、聖レミという人が洗礼式を行いました。その聖レミがここにおります。はい、この人が洗礼を行って、鐘が鳴ってますよ。素晴らしい。はい、この洗礼を行ったということで、フランスのね、王様が代々、ランスで、戴冠式を行うということでしたね。他のねちょっとお話もしていこうかな。例えばねこの万博というところをね今やっているんだけども、その万博でね、1900年の万博で大人気になった日本の女優という人がいます。その人はね、もともと日本で芸者さんをやっていて、川上音次郎というね人と結婚して、その人は演劇人だったんだけども、その演劇人と一緒に海外公演をするようになって、そしてこの1900年の万博に芸者として華々しく登場した人がいるんだよね。その貞奴がねこの1900年で芸者の姿をして着物を着ながらその舞台に立って大人気になります。というのも当時はアール・ヌーボーがどんどん流行っていって、そしてアール・ヌーボーに影響を与えたジャポニスムといってね、浮世絵だとか日本美術が非常に人々の人気を集めていました。でその貞奴の舞台を見てですね感動した人に、例えばピカソがいます、ドビュッシーがいます、そして彫刻家ロダンがいるんですよ。実はこの近くにロダンが住んでいたアトリエがありまして、そこが今では美術館になっているんですね。ということでね、そのロダンに関するクイズをここで出そうかな。はい、いきます。もともとはロダンの地獄の門の一部として構想され、詩人と呼ばれていた彫刻はどれでしょうか。ということなんですね。ロダンの主要な作品の中で地獄の門というのがありますよね。その一部として作られて、もともとは詩人ポエット
詩を書く人だよね。として呼ばれていた彫刻はどれでしょうかという質問でございます。お願いします。選択肢いきます。A、接吻。接吻。 B、歩く人。歩く人。 C、考える人。考える人。さあどれでしょうかというのが問題でございます。はい。ちょっとねこれ考えていただきながら、じゃあロダン美術館の方に進んでいきましょうか。はい。でさ、そのロダンの話続き、ロダンがその貞奴に、どうしてもモデルになってほしいですって言ってね、それで結局書いてもらえなかった、モデルしてもらえなかった。そこでですね、その万博が終わった2年後、1902年に別の芸者が来たんですよ。その人が花子という人で、その花子さんもやっぱりその貞奴と同じようにね大人気になるわけ。そこでねロダンはね花子さんに今度は声をかけます。ぜひ私のモデルをやってくださいということで、それで花子さんは OK して、ロダンの中には花子さんの彫刻があるということですね。ありがとう。モネが着物の女性の絵を描いてますね。素晴らしい。誰が言ってくれたの？美空さん。美空さん、その通りですよ。ラ・ジャポネーズという名前で知られています。さあ、ロダン美術館、かつてはねここ18世紀に作られた家族の邸宅でございます。そしてこのガラス張りのところからロダンのね、傑作作品の一つが見えてきました。こちらが、彼の市民という彼のね一つの主要作品の一つでございます。ここはね18世紀ちょうどルイ14世が崩御して、その後ルイ・フィリップ公に一旦だけ摂政として王権が戻った時に王宮がパリに戻ってきます。その時に貴族とか大富豪がもう一度パリに戻ってきて、そこで建築ラッシュが始まるんですね。庭園付きの建築を作ったので、このような当時だったらまだパリの郊外であったこのような場所に大きな邸宅を作りました。はい、それがね今ではロダン美術館になっています。ビロン邸というところですね。その後ここはね、女子修道院、精神科医というところなんですが、そういったところがこの持ち主になりまして、今ちょうどね左手、これがお土産屋さんとかチケット販売所になっているんだけども、ちょうどそこが修道院のね教会みたいな作りになっているっていうのは、実はその時代に、教会建築として作られたものだったからなんですね。ということで、じゃあそのかつて詩人と言われていた彫刻、一体何なのか、皆さん自身で見ていただきましょう。こちらでございます。実はね美術館に入らないと彫刻見れないんだけども、私たちもう何十回とね何十回言い過ぎかもしれないけどロケハンをしていて下見をして、ある1ポイントだけ彫刻が見える場所というのを見つけました。さあそこでねプロカメラマンの KOO さんがバッチリと私たちの答えを捉えてくれると思いますよ。さあどうだろうか。さあここのカードのところからさあ捉えることができるんでしょうか。さあ狙っております。さあ皆さん見えたら見えたとコメントくださいね。答えが見えましたか？どうでしょう？まだですまだですね。さあ見えますかね？見えておりますよ。皆さんこれが答えでございました。ということで答えカロリンお願いします。はい、C、考える人。考える人ということで、これが正解でございました。そういえばこの話してなかったんだけども、もう一つね、このパリ万博、1900年ではなくて1967年のパリ万博に来た日本人という人がいるよね。それが渋沢栄一ですよ。でもこの渋沢栄一がねパリ万博に来ていろいろといろんなことを学んだというふうに言われているんだけども、彼はパリ万博を視察するのと同時にねいろんなパリの市内も回ったらしいんだよ。でその時に彼が感動した一つというのがまさにこのアンバリットだったんだよね。ルイ14世が、その負傷した兵士のために作ったというね、そういう側面を非常に彼は評価して、最終的に彼もね日本に帰った時にそういう福祉施設みたいなものを作る一つのきっかけになったというふうに言われていますよ。とコメント来てるかな。晴れ男、晴れ女あさりさん。そう晴れたでしょ。さあということでね私たちの最終地点まで少しずつやってまいりましたよ。でね今回ね私はこのシャンゼリゼ大通りからここのアンバリットまで歩いてきて、そこでただ歩くだけではなくて1900年のパリ万博っていうテーマを決めてここまで歩いてきました。
でその万博っていうものをね、もう一度僕もいつも見慣れた景色だったかもしれないけど、グランパレとかプチパレとかアレクサンダル三世橋とか、けどそれをもう一度1900年っていうフィルターを通して見ることによって、僕はねいろんな発見があったかな。それではね、皆さんとお別れの挨拶なんですけど、はいフランス語ではなんていうのかな。フランス語ではオーバーと言うんですけど、ちょっと寂しいのでやっぱりまた会いましょまた会いましょうという言葉、なんていうのフランス語で。う。アビアント。アビアントでお別れしましょう。じゃあ321でいこう。 3、2、1でいきます。じゃあ皆さん、アビアントですよ。一緒に言いましょう。お願いします。3、2、1、アビアント。